This time is the perfect summer night. Those three words are spelled out in your eyes. But before朝の味噌汁あったまるわ。最近このメニュー多いね。このメニュー？なんか、奥か。味噌汁と卵合うから平気。セイラにとって、今年一番頑張った朝食は？頑張った朝食？あれでしょ。あ、でもセイラは頑張ってないか。あ、やばいやばいやばい。食べちゃう。なんかもったいなくないこういうの。食べると。だってさ、最近割と頑張っても朝から味噌汁作ったり、何品も置いてるじゃん。だから最近が一番頑張ってる。朝。はるかが一番頑張った朝食は、朝活した時ビーチで。あー確かに。でもセイラは、上手だったから。でもパン取りに行った。次の質問ね。今年一番失敗した料理は？ついこの間ネギすきを作ろうと思ってでやってたらさ、水 150cc だと思わなかった。じゃじゃーん、ティータイムしよう。今年のさ、探したのよ、ご飯食べてから。今年の1年を振り返る質問っていうのがあった結構あったから、じゃあ早速いこうかな。今年1年を一言で表すとどんな1年？せーの、移動く住。同じだね。次は、今年あなたが最も幸せに感じたこと。せーので言う？待って考えてる。じゃあはるかから言っていい？いいよ。これは、去年と同じなんだけど、寝るときにいつも隣にセイラがいて、起きたら隣にセイラがいること。なんていい子なの？いつも言ってるじゃん。いつも言ってるけどさ、一番なんかこの瞬間が幸せだなっていつも布団入って寝る方はもう。なるほどね。いろんな楽しいことあるけど、中ね。でもなんか、しみじみもう一日を振り返って、ああいいなって。難しいね。最もは難しい。なんかいろんな瞬間になんかさ幸せだなって思うのね。例えばなんかベランダにはるかと P がなんか一緒に出てて、なんか2人の後ろ姿を見てる時とかも幸せだなって思うのね。ほっこりするよね。ほっこりする。なんかお風呂がさ好きになった。好きになったじゃなくて、湯船に浸かることだよね。前全然使ってなかったもんね。そうで、一緒にさ、いつも一緒にお風呂入るじゃん。で、こう温まってる時に幸せだなって思う。わかる。じゃあ今年あなたが成し遂げたことは何ですか？ピーちゃんと一緒に飛行機に乗ったこと。はるかはないわ。ない。乗り切れなかった今年1年。そうか。じゃあ来年に期待だね。来年に期待。成功の妨げになったものは？
ていうかやりきれなかったうんから、多分妨げなものがいっぱいあるんだと思う。例えば、めんどくさいっていう性格が邪魔になってる。悪いはるかがいるの。成功してる。マジでしてないから動画再生されたとか、妨げになったのは朝早起きできない体質。まあいいや、次か。一番記憶に残ってる光景とか景色。はるかは、いろいろあるかも。なんか最初このうちに来た時に、一人で来た時に海綺麗だなって思ったとか、穏やかだなって思ったのとか、代官山の駅とか結構残ってる。なんかその時の光景もそうだし、その時着てたものとか、なんか歩く感じとかも残ってる。すごい鮮明に。そうなんだ。なんかくそ寒かったね、冬。足が凍るような、なんか嫌な感覚とかがすごい残ってるから印象的なのかも。堂阿弥海岸。もう何回ももう目に焼き付けるほど行ったじゃん。今年最も感銘を受けた本。はい。影響を受けたってこと？そう。ダイウィズゼロ。マジで？そう？はるか全部読んだけど、大してだったわ。それは人の価値観とか感性によると思う。そうだね。はるかあれでしょ。最高の体調。言葉の本。言葉の本。なんかはるか読書嫌いだったけど、なんか一番最初になんで本読もうって思ったかっていうと、すごいさ、なんか背中痛くて首痛くて、てか痛くて寝れないし、寝不足だし。でも仕事はやんなきゃいけないし、ってなって、なんか自律神経が乱れて、なんか頭の中パニックになっちゃって、なんかどこで自分が休まるのかなって思って、お風呂入ってもよくなるわけじゃないし、なんか絶望を感じてたのね。なんかそういう時に自律神経とか心を整えるような出来事が欲しいと思ってて、とりあえず本を探しに行って、言葉は現実化するみたいな、現実になるみたいな、そんな本で、それがなんか印象深い。その本がきっかけでいろんな本を読むようになったから、すごい影響を与えた本。その内容、内容もそうだけど、内容がどうのこうのより、その本を一冊読み終えちゃって、しかもすぐ1日とか2日で、それでなんか読書の習慣が身についたから影響がそっかそっか。この一冊を読み始めたこと。次は？次ね。次は今年最も時間を投資したこと。プライベートでってことでしょ。わざわざ時間を作ってでもやったことでしょ。本を読むことと、朝起きて散歩に行くことと、夏はマジでさ、サップのためにさ、マジで3時とかにさ、家出したじゃん。次。今年一番の買い物は？せーの、車。次は最も印象に残った出来事は？結構直近で言うと、昨日本屋さん行った時に本見てたのね、はるかが。そしたらいきなり見知らぬ男性が床で寝そべって、なんかスマホゲームしてた。ビビったよね。ちょっとビビった。すごい近いところで、なんか足元やってきたからビビった。あれはビビった。確かにはるかが一人でこの家をさ見に来たじゃん、日帰りで。その時に一人でさコンビニ行ってさ、アイス買って海辺を散歩してたじゃん、の時が結構印象に残ってんだよね。なんでそれが残るのか分かんないんだけど、なんかアイス食べながらすんごいカンカン照りの沖縄からなんかいつもそばにいるはるかが全然別のところでいる感じ、なんかね印象的なんだよね。マジ？5年後10年後も記憶に残るなって思うのは、ファッションショーに出たこと。次は？あなたが一番ありがとうと伝えたい人。いつも伝えてない人にだよね。わきわきさん。なんで？なんかはるかのさ、その自律神経が乱れた時とかさ、なんか嫌なことが起こった時、
になんか結構ワキワキさんと連絡取ったらはるか落ち着いてるイメージあるのね。だから沖縄来たらめっちゃもてなすわ。おもてなしする。ね、はるかは、ありがとう言いたい人は、なんか毎回、こんな日常なのに、なんかただ見てる人もいれば、なんかその見たこと感じたことについてコメントしてくる人、してくれる人、そうしてくれるだってさ、なんかさ別にさ、なんかわざわざさコメントしなくてもいいじゃん。自分だったらさ、自分がさ他のさ YouTube 見てる時にわざわざコメントなんてしないもん。だけど、なんかしてくれるってことは何かを伝えてきてくれてるわけだ。そう伝えてくれるっていうことが嬉しいよね。そうすごいなと思う。いつもさ応援してくれてるっていうのが嬉しいよね。欠かさずコメントしてくれる人、すごいなと思う。嬉しいよね。今年一番失敗したなって思う出来事は？バジル家庭菜園で失敗したこと、沖縄でのピーちゃんの爪切り。いやなんか、次ね。今年新たに始めたこと。サップ家庭菜園。はい、次。1年前の自分と決定的に違う部分は健康にめっちゃ気使ってる今。それが違う、全然違う。だって1年前ってお昼はだいたいコンビニでセブンかなんかスーパーで買ってたじゃん、弁当。一切してないし。確かにね。はるかは決定的に違うのは気分。みんなには分かんないけど、いや分かると思う。みんななんか沖縄に行ってからこう時間ゆったりしてるよねとか、なんか晴れ晴れしてるよねみたいな、なんか充実感を味わえるようになったし、なんかね、なんだろうね、沖縄が合ってんのかなって思うわ。次、止めた。どうした？冷たい？で？びっくりした。こっちもびっくりした。こんな冷たいと思わなかったから。なんか着る？着ない。寒くないなんで？めっちゃ冷たいよって。寒くないんだって。冷え性なんだっけ？じゃあ次ラストね。今年やりたかったけどできなかったこと。待ってよ、いっぱいある。例えば髪の毛切る。あっという間に1年が過ぎた。やりたかったけどできなかったことある。ベランダで焼肉。ああ、そうだね。なんかさ、やる？本当？ホットプレートでいいのかね。ああ、プレートでやろう。いいよ。やった。旅行行けなかった。国内は行ったよね。海外旅行。ねえ、今年も行けなかったね。海外旅行行きたい。ねえ、行きたいよね。でね、地味にね、今行きたいところがあって、セイラがこの前フィンランドの本買ったじゃん。あれ読んでたら、ね、マジでフィンランド行きたくなった。寒いのは分かってるよ。なんか沖縄の冬が夏ぐらいの寒さなんだって。17度、20度行ってなかった。平均気温ね。そうだから寒って思うけど、行ってみたいなと思っていう。じゃあさ、行けるかわかんないけどまだ。でも行きたい国、来年1年でさ行きたい国さピックアップしてプラン立てようよ。いいよ。いいよ。じゃあもうそれ食べちゃって。今日はパジャマで過ごす日なんでしょ。セイラ言ってた。朝約束された。今日は絶対にパジャマで過ごすぞ約束された。こっちの方が美味しくない？おやつ食べてる時。これにめっちゃ合うよね。めっちゃ合うわこれね。ねえ、そんなのどうでもいいけど、プラン立てたい。とてもデジタル派だよね、はるか。はるかデジタル派でしょ。どういうことデジタル？アナログかデジタルってこと？ノーションとかメモ帳とかでピックアップしていきたい。去年買ったやつ？そう、それ去年のやつ。全然読んで見てないはるか。嘘。なんでこんな付箋ついてんの？これ行きたい国なんだよね、全部。どうやって探す？どうやってさ、
旅の計画立てんの？まず立てたことない。まず行きたいところを全部ピックアップするのね。でそこからなんか例えば飛行機で18時間とかなるとあちょっとやだなってやって外すとか、行きたい国書いてる。ベトナム、ベトナム、フィンランドのヘルシンキ、ウズベキスタンのブハラ、カザフスタンのヌルスルタンオーストラリアのロットネスト島、これパースから行けるんだって。でもね、クオッカっていう動物がさ、なんかそれに会いたいために。これに会いたいの。すげえ。壮絶。次。モロッコとか行きたいんだけど。モロッコいいよね。でもね、18時間なんだよね。これはちょっときつい。次はドバイ。ドバイすごくない？ドバイ別になんかすごいけど行きたいって思わない。あ、そう。もっとカオスなとこが好きなの、最先端で。タンザニア行きたくね20時間は辛い。てかさ、あれじゃん。あれ違う、ディズニーにあるやつじゃん。なんだっけこれ。あるね。また行きたい。カンボジアね。また行きたいよね。アンコールワットはもういいけど、ウルフスタンとウズベキスタンは近いと思う。近そう。よし。でそんでじゃあ何月に行くのがいいのかっていうのを調べて、8月がベストシーズンみたいなやつが3カ国とかある。目見ながら話して。そこ目見えないもん。8月がベストシーズンみたいなのが3カ国ぐらいあったとしたら、じゃあ来年はここの国にしよう。でもさ、知ってる？ヘルシンキのベストシーズン夏じゃないんだよ。死んじゃうよ。今までそんな寒いとこ行ったことないもん。で行ってみたいでなんて無数にあるよ。初めて見んだよ。こことか行ってみたい。シアトル、シアトル。I really enjoy a different kind of love. Oh, oh, a different kind of love. A different kind of love.